ミクリアルジャパニーズ。今日はミクリアルジャパニーズのミクさんに、お越しいただきました。ミクさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。多分皆さん知っていると思うんですけど自己紹介お願いします。簡単でいいので。ミクです。ミクリアルジャパニーズという YouTube チャンネルで日本語を教えたり日本の文化を皆さんにシェアしたりしています。あとポッドキャストもしています。文法も教えてるけど結構最近は会話の動画、こういう会話の動画を皆さんにシェアしたり、日本の街を歩きながら漢字の動画を撮ったりしています。だから久しぶりにこのスタジオに入りました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はなんとミクさんの方から声をかけていただいて、ポッドキャストに出演させていただくことになって、こっちのチャンネル、私のチャンネルにも出演をお願いしました。本当にさっきミクさんのチャンネルの方の撮ったんですけど、本当に楽しいです。私からナンパしました。私からミクさん一緒にコラボしませんかって言ってね、メールを送りました。はい、ありがとうございます。はい、こちらこそ。多分皆さん私のチャンネルを見てくださってる方、皆さんミクさんのこと知ってると思うんですけど、あんまりなんかプライベートなこととかは知らないと思うので、ちょっとミクさんの素が見られるような、質問をさせていただきたいと思います。ちょっと硬いですね、すいません。いやいやいや。じゃあミクさんは何をしてるとき幸せを感じますか？いきなり深い話に。でもさっき私のポッドキャストでもね、結構そういう話をしたんですけど、結構私自然が大好きなんですね。もう今日さゆりさんすごく自然緑なんですけど今日ね、はい、いろんなものが緑。いろんなものが緑。私もだから黄色でねちょっと揃えて明るい感じにしたんですけど、自然が好きなので結構休みの日とかハイキングに行くんですね。で、ハイキングしてる時に誰もいない沈黙の中で、なんだろう、自分が一瞬いなくなる瞬間があるじゃないですか。なんか自然と一緒になる瞬間、その瞬間が好きですね。なるほど。深い。なんか結構、人と話したりするのも好きなんですけど、一人でいる時間も結構好きなので、一人でそういう自然の中に行ったり、あと神社とかお寺が日本にはたくさんあるので、いろんな行ったことがない神社に行って、神社の周りには結構森があるので、そこを歩きながらなんかエネルギーチャージするのが好きです。森林浴。森林浴ですね。私もそういうのすごく好きです。ね。いいですよね。そう、あとは夕日が大好きなんですよ。だから夕日を、見るのが好きですね。この間鎌倉に行って、鎌倉って富士山と夕日が一緒に見れるところがあるんですよ。江ノ島神社っていう神社の奥まで行ったら富士山と夕日が見れるところがあるんですけど、そこにその時も一人で行って、夕日見ながら泣いちゃいましたね。なんかあったんですか？いやいやいや。感動してってことですか？そう、感動して、失恋してとかね、そういうのじゃなくて、もうなんか感動しすぎて、ありがとうっていう気持ちになって泣きました。やっぱ自然の美しさにね、感動しますよね。そうですね。それぐらいかな。あとは結構人と話すのが好きなので、いろんな出会った人と人生の話をしてる時とか、結構深い話をしてる時が好きかな。
結構初対面とかその長い友達とか関係なく、いろんな人と人生の話をするのが好きなんですか？そうですね。友うん。達でも結構そういう話をするのが好きな人が多いので、うん。うんうん。例えばメキシコ人の友達とか、うんうん。週1回とか2週間に1回必ず長電話ええ。長い電話をして、うんうんうん。なんか最近学んだこととか、今年のレッスンは何だったかとか、人生のレッああ、スンは何だっライフレッスン。うんうんたかとか、ライフレッうん。スンの話とかし始めると止まらなくて、平気で2時間、3時間話したりしますね、うん。友達と。うん。へあと、え。初対面でも結構、なんだろう、結構私オープンに話してしまうタイプなので、うんうん。最初は、普通のね、会話なんですけど、そこから深い話になったりすることもよくありますね。うん。わかうん。ります。そうそうそう。だからなんか、うん。いきなり「そんな質問するの？」みたいなことを言われたことはありますね。なるほど。うん。へえ。それぐらいかな。ううん。ん。さゆりさんはうん。どんな時に幸せを感じますか？幸せを感じるのは、ほぼ毎日なんですけど、海を見て鳥を見て幸せを感じますね。それ最高。はなんかそれはすごく、最高。受動的なんですけど、受け身の感じの幸せを感じる時で、あとうん。は、私海の近くに住んでるんで、そうですね、最近ハマってうんうん。るというか、この間挑戦したのが、そこら辺に生えてる海藻を食べたんですよ。最高。で、結構普通にアオサって言って、うん。味噌汁とかに入ってる、分かりますうんよね、アうんうん。オサって。うん。わかりますわうん、あれかります。が生えてたので、ちょっとだけいただいて大丈夫？全然大丈夫だったんですよ。ちょっと怖いじゃないですか。うん。それを挑戦してお腹痛くならなかった時とか、それを友達にシェアした時とかが幸せを感じますね。めっちゃ面白い。ちょっと変だな。ちょっとさゆりさん変だな。いい意味で。でも、なんていうんですかね、今ってスーパーとかで売られているものとかしか食うん。べないじゃないですか、基本的に。うんうん。でも、本来は多分そこら辺のもの食べてたんですよ。そうでうん。すよね。うん。だから、食べれるかなと思って、はい、ちゃんと調べましたよ、もちろん。それで、これからもそういう草の勉強とか海藻のうん。勉強をして、それを、YouTube はちょっと責任が重いんで、友達とかにシェアして、そういうので幸せを感じますね。うん、めっちゃいいじゃうん。ないですか。なんか、うん。幸せって小さいですよね。小さいうん。ものの中に感じることができますようね。ほんん。とに。そうそう。海藻食べるっていう話になるとは思わなかったんですけど、めっちゃ面白い。そうそう。うん。そういうなんかちょっとした挑戦を誰かとシェアしたら、すごく幸せを感じますかね。ううーん。ん。なんかこうん。う、ね、そんなに大きいことじゃなくてもいいから、うん。なんか新しい発見とかうんうん。した時面白いですよね。うん、そうでうーすね。ん、私も好うん。き。うん。うん。海藻は食べたことないけど。正月明けた時に食べる七草粥とかは、そこら辺にうん。全部生えてるやつですよね。ほんとですか？はい。うんうえん。え。なので、大丈夫ですよ。ね。うん。うん、多分最近は、現代人は結構うん。菌とか殺しちゃうじゃないですうか。ん。すぐ除菌って言って、うん。ね、菌殺すから、菌に触れてないんですよね、多分。うん。だから、こういう風に何かあった時に、免疫がうん。できてないから、うん。あんまりすぐね、病気になっちゃうんですけど、多分昔の人は当たり前にそういう、そこに生えてる草とか食べてたと思うんですよ。うん。もちろん毒がある草は食べないですけど、キノコとかね。うん、そうですいや、多ね。分ね、当たり前に知識としてあったと思うんですうん、よ。そうですね。このキノコは食べうん、れるとか、こうんうん。のキノコ食べれないとか。うん。私たちも分かんないですもんね、そうでほんとに。すね。だからうん。そういうのをね、もっと勉強していきたいですね、これから。うーん。
めっちゃ面白い。何目指してるのわからないけど、なんか自給自足ではないですけど、ちょっと育てるのとか苦手なんで、そこら辺のいただくぐらいの方が向いてると思います。はい、すごい変な話になっちゃったけど、いや、ちょっと、楽しい。共感してくれて嬉しいです。うんうん。じゃあ、次の質問なんですけど、最近見た映画で、Don't Look Up っていう映画を見たんですけど、その映画は今から6ヶ月後に彗星が地球にぶつかってきて、みんな死んでしまう、人類滅びてしまうっていう話なんですけど、もし、ミクさんがもしその映画の中にいたら何をしますか？もう6ヶ月後のもう時間まで決まってますね。うん。うん、その瞬間ですよね。その瞬間ですね。はい。うん。その今から6ヶ月間じゃなくて、そのうんうん、瞬間。そう、その瞬間。うーん。そうですね。うん、いろいろやりたいことはあるんですけど、やっぱり私家族が大好きなので、うんうん家族とよく集まって、家族って言っても近所の家族みたいな人うんたちうんうんがいるんですね、結構。うんうん。へえ。なので集まったら10人とかになるんですけうど、子供んも含めて。うん。で、みんなでよく UNO とかカードゲームとかするんですけへど、え、うん。絶対毎回何か面白いことが起きるんですよ。なんへえ。かわかんないけど、だからみんなでいつも爆笑してるんですね。うん。カードゲームしながら。その瞬間が大好きで、その瞬間に、さっきも言ったんですけど、その瞬間に幸せを感じるし、いいなってすごく思うので、その瞬間だったら、彗星落ちてもいいかな。面白い。うん、うん。かな。じゃあ笑って死にたい感じですね。そうですね、う最後、ん。爆笑してる時に、うんうん。知らない間に死んでたっていうのが一番いいかな。ああ、いいですわね。あ、ベベーみたいな。へえ、なるほうど。うん、ん。それぐらいかな。やっぱり多分コロナが始まってから、みんな自分と向き合う時間があったと思うんですけど、私も結構あって、うん。何が一番自分にとって大切なんだろうっていうのを結構自分と向き合って考えたんですよ。うちょっとん。重いでいやいや、すけど。全然、好うん。きですよ。はい。そうで、そううん。考えた時にやっぱり大好きな人との時間うん。が一番大事だなと思ったんですね。うんうんううん。ん。いろいろ好きなことあるんですけど、最終うん。的に一番大事なのは、周りにいる大切な人との時う間。ん。そう。だから働きすぎたりしてたんですけど、最近はお母さんと旅行行ったりとか、うん。家族でゴルフしたりとか、うん、おお。うんうん、そう、おえ父さんえ。ゴルフのために生きてるって言っても過言じゃないぐらいゴルフが好きなんですね。ええ、そうなんですね。あそうそうあ。そう。おうん父さんにゴルフ教えてもらって、一緒うん。にゴルフに行ったりとかうん。してるので、やっぱりそういう時間ですかね。うん。そううん。いうことをしていたいですね。うん。なるほど。模範解答のようないい回答やめて。ですね。なんかすいいごく回答。いい人の回答でしたね。恥ずかしい。みんなどんな回答するんだろうえね。え、え、結構出まうんうん。すよね。うん、出ますそのね。人の性格というか。うん。オンラインで日本語を教えてるんですけど、いろんな生徒さんに同じ質問をしたら、本当に面白い回答がたくさん出てきて、へえ。例えば一番印象的だったのは、その生徒さんは運動とか食事に気を使っている方で、どんな回答をするんだろうなと思ったら、その瞬間、彗星が来る瞬間は、ベッドの上でジャンクフードを食べていたいって言ってて嘘。今までずっと我慢してたから、あもうその瞬あ。間は食べていたいって言ってて、面白いなと。食べていいんだよ。時々食べてもいいよ。なるほどなるほど。我慢してたこととか、ずっとやりたかったことをみんな言うんですかね？うん、そうですね、その人の性格が出ると思いますね。例えば私の一番仲のいい友達は、痛いのが嫌いなんですよ。うん。うん。だから彗星ぶつかってくると多分痛いので、いっぱい鎮痛剤を飲んでいや、もう。鎮痛剤を飲んで、で、
まあ海とか綺麗なところで、その子トトロが好きなんですけど、トトロと一緒に彗星が来るのを見たいと言っていました。トトロトトロと一緒に。トトロのお腹の上で寝ながら。あ、トトロのぬいぐるみでいいそうです。あ、オッケー。なんかそのうんイメージの中で妄想の中でトトロと一緒にいるのかなと思ったら、うんトトロのぬいそうぬいぐるみ。ぐるみでいいそうですね。かわいい。そうそう。で、私は死にたい場所が決まっているんですよ。山の山の上で死にたくて。で、山の上で、彗星がそのぶつかってくるのを眺めたいですね。うん。お坊さんみたいな。そうですかね。一人でもいいですね。別に誰かとは考えてなかったですけど、一人でもいいですね。なんでそれは山の中なんですか？やっぱり神聖だから？その山はロッキーマウンテン山脈の中にある、山なんですけど、そこに初めて行った時に、あ、私ここでなら死んでもいいかもって思ったんですよ。っていうぐらい綺麗な場所で、この質問が思い浮かんだ時に自分の答えは、あそこで彗星見たいなって思ったんですね。どこですか？ですね、カナダのロッキーマウンテンですね。カナダか。そうそう。はい。なるほどなるほど。そう。一人派。一人で死にたい一人派ですね。あと面白い回答まだあった。どうせ死ぬんだったらヘリコプターとか飛行機の上で何もつけずに飛び降りたいっていう人もいました。それ一瞬私も思いました。そうなんですね。一瞬。最後にこう飛びたい。飛びたいっていうか落ちるんですけど、最後に飛んでるみたいな感覚になりたいな。自由に。そう。自由じゃないと思う。多分普通にもね。確かに重力あるし。普通に落ちて死ぬんですけど、もうやってみたいなっていうのはあるかな。まあでもやっぱり家族と一緒にいいかな。素晴らしい人格をお持ちの方だとい思います。恥ずかしくなる。恥ずかしくなるからそれ言わないでください。すごい。はい、まあ、これは結構なんですかね、その人の人間性というか何を大切にしてるかっていうのが分かるような質問な気がして。もっと面白い答えを考えればよかった。いやでも素晴らしい答えです。しかも即答だからすごい。やっぱ家族好きですね。でもちょっと話それるんですけど、家族が大好きだったら、今大阪が実家ですよね。でもし鎌倉行ったら寂しいじゃないですか。そうですね。でもね、日本には新幹線っていうすごい乗り物があるので、新幹線に乗ったら2時間半で帰ってこれるので。そんなに近いんですか？そうだからいつでも帰ってこれるし、いいかなっていう感じですね。でも私海外に結構住んでたこともあるから、その時に比べたらもうどこでもドアみたいなんですよ。確かにね、2時間半どこでもドアみたいなもんですね。なるほど。そう。じゃあ次の質問いこうかな。これはなんでこれ選んだんだろう、私。まあいいや。言いますね。はい。すいません。自分を動物に、例えるとしたら何ですか？そうこの動画を撮る前に、その質問をね、もう事前に送ってくれてたんですけど、考えたことなくて、これ初めて考えてみたらなんかいっぱい出てきたんですけど。そうなんですか？そう。一つ目は結構私いろんなところに行くのが好きなのと、あと遊ぶのが好きなので遊ぶのが好きなのでって言ったらちょっと楽しいことが好き？そう楽しいことが好きなので、イルカ。なんかイルカって結構私イルカと泳いだことがあるんですよ。野生のイルカと。日本の、東京から船でだいたい
8時間からうん10時間ぐらいのところに、御蔵島っていう島があるんですね。うんで、その島の周りに、こういつもイルカがこえう、ぐるーぐる回って泳いでるんですけうど、んそこでイルカと泳いだことがあって、うん結構ね、寝てる時は無視されるんですけど、うんうんうん起きてる時は一緒にこうスピンしたりとか、まあ、一緒にっていうか私溺れそうに私は溺れそうになってるだけなんですけど、私はね。でもイルカはうんうんちょっと自分で言って面白かった。自分もスピン一緒にしてるみたいな。全然スピンできないんですけど。すごい競泳の人みたいなんか。うんそう、うんイルカが結構周りでスピンしてくれたりとうんうか、ん結構ね、なんだろう、自由に泳いでたりして、うんなんか遊びが好きなんですよね、イルうんカって。うんそうそうそう。あとコミュニケーション取るのが好きらしくて、うん結構こう音とかボディーラングエージで、うんボディーランゲージうん身振うんり手振りうんで、はいこう他のイルカとコミュニケーション取るのが好きなんですけど、う好きというんか、よく取るんですけど、コミュニケーションも好きですね。人と話したりとか、人と交流するのが好きうですね。んうん。イルカって歌うんですけど、うんうんうん。歌うのも好きなんですか？下手でうんすけど、うんうん。よく歌ってますね。そうなんですね。へそう、え。みんなに迷惑なぐらい、家族のうん、みんなに迷惑なぐらいうん。歌ってますね。あと、ええ。時々なんかインスタストーリーとかで、うん、下手くそなくせにうん。歌をシェアしたりとかしてますね。あ、そうなんですね。ええ。うんうんうん。どんな歌歌うんですか？どんな歌かな？その時の気分ですけど、結構なんか、昭和の歌とかも歌いますね。なんうーか、ん。探し物は何であ、はいはいすか？はい。うんうん。見つけにくいうん。ものですか？みたいな。ああ、ああ、なるほど。へえ。とか、うん。アデルうん、アアデルデル？うそう、ん。アデルの歌とか。悲しいですね。そうそうそう、結構悲しくてなんか、失恋した人のうんうんうん。歌、失恋の歌とか、へなんか歌っえ。たりしあ、てますね。そうなんですね。なんかそういう、恥ずかしい。うん、歌のチャンネルも楽しみにしてます。いや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 、出さないです、そん出な動画。さないか、そっか。出さない。そうそう、話がそれてしまってすいません。いや、私ね、すぐうん。脱線するんですうよ。ん。そう、だからイうん。ルカっうん。て自分では思ったんですけど、うんうん。今朝お母さんに聞いてみたんですよ。うん。そしたら、ミクは寂しがり屋だから、寂しかったら死ぬウサギかええ！なって言われて、そうなんですか？そう、結ええ。構ね、え、私一人でいるのも好きなんですよ。うんうんうん。そう。で、ウサギってうん。結構単独行動、一人で行動するのが好きらしくて。うーん。そう。だけど、寂しかったら死ぬらしいんですよ。ええ。そう。死ぬのかわかんないんですけど、寂しかっうん。たら、なんかストレスを感じちゃう動うんうん。物らしくて、うん。私もそうらしいです。そう、めんどくさい、めうんどくさいさぎちゃん。やつだなみたいな。そう。へうーえ。ん。寂しがり屋結なんで構ね、すね。うんうん。いや、お母さんからしたら寂しがり屋らしい。でもあまりこう構われたらめんどくさいうん。らしくて、そう、私がね。めんどくそう、あと結構ね、うん。落ち着きがないタイプなので、うん。こういろんなところに行きたかったり、うん。いろんなことに挑戦したかったりするので、うさぎってなんかぴょんぴょんしてるああ、確イメーかに。うんジがある。うんうん。跳ねてる。そんな可愛い感じじゃいないんやいやいや、ですけど、耳生やしてください。生やしときましょうか。何色がいいですか？黄色で。黄色で。ピカチュウやん。ピカチュウほんとや。ほんとだ。ピカチュウにほんとだ、ピなっちゃう。カチュウ色ですね、そのセーター、今気づいたけど。すごい。うーうん、ん。かな。うんうんうん。あと結構私ビビリなんですよ。ええ、意外。めっちいやいや、ゃなんですかね、度胸ありそう。ビビリです。あ、へえ。まあ、そういうなんだろう、
いろんな新しいことに挑戦するっていう意味では、結構好奇心旺盛なので、うん考えずにやっちゃうんですけど、なんかお化けとか、あとなんか物音とか、うんうんお化け見たことないんですけど、うん物音とか何かいきなり出てきたりとか、うん驚かされたりした時に、もうすごくオーバーリアクションうんしちゃいますうん。ね。仕掛けするしがいがありますね。うん、うそん。う、みたい。だから、みんな結構友達とかもいきなり、わっとか言ってきたり、そう、いきなりね、こしょばしてきたうんりうんうん。するんですけど、へえ。ね、だからちょっとカモってビビりじゃないですか、なんか。ああ。そう、かも、鳥一般的にビビるから。鳥一般的に、でもね、うん。結構鳩とかは、近づいても飛ばない鳩とかいああ、るから、確かに。うんうんうん。そう、めっちゃレイジーな鳩とかたくさん近くの公園にいて、私が近づいても全然普通に、そうなりました、ハート。ええ、飛ばないから、なんかそうそう、鳩大丈夫って時そうそう。々思うんですけうど、ん。カモの時もありますうね。ビん。ビり。ビビり。へうん。え。で、さゆりさんはどうですか？質問しときながら考えてなかったんですけど。なんだろう、でも多分私ミクさんと、似てるところも共通点も多いんですけど、私うん。本当に引きこもりなんですよ。だから、え猫みたいって言われることが多いかもしれない。ううん、引ーん。きこもりで、そうですね、ゴロゴロして好きな時になんかしてまあ、マイペースですか？いや、マイペースって言うほど人に合わないんですよ。だからそのうん。比較しようがない、他の人と、あんまり。うええ。ん。なんか結構一人うん。で自由うん。にいろんなところに行ったり、いうんろんなこうん。とをするのが好きってことですか？そうですね。だからうん。逆にその団体で行動したりするのが苦手なので、はい、苦手です。ええ。うん。そう、なんかどっちかだったらいいんですけど、私中途半端なんですよね。なんか、人が好きだけど、うん。一人の時間も好きだから、うん。めんどくさいやつなんだと思うんですけど。あうんうんうん。私も人は好きです。好きです。うん。人は好きです。好きです。なんか旅行行った時とか、逆にその人のライフストーリーを結構言ってくれることが多くて、聞いてないんですけど。うんうん。そういうのはありますよ。聞くのは好きですよ。あ、でも話しやすそう。うーん、うんかな。うん。さゆりさんに、そう。だからみんな結構心をうん。開いちゃうのかな。わからないんでうん。すけど、でも基本的にあんまり外に出ないのと、自分が出たい時は出るので、ちょっとわがままというか、猫みたいなのかな、室内でいる動物なのかなとは思います。うーうん。ん。私逆ですね。うん。まあ、家も好きなんですけど、結構外で、なんだろでもね、さゆりさんも体を動かすの好きだから、ずっと家にいそうですね。るわけじゃないですけど、そうですね。目的がある時にしか行かうん。ないですね。そう、散歩するとか、うんうん自転車に乗うん。るとか、買い物行くとか。ううーん。ん、うん。なるほど。買い物とかも嫌いなんですよ。スーパーは好きなんですけど、食べ物とかは。あんまり、ショッピングっていうその服とか雑貨とかはもう疲れちゃうんで、あんまり好きじゃないんですよ。うわん。かりますわあ、かります。本当ですか？人混みうんが好きじゃない。うん。うん。そうそう、だそう。から大阪の街の中心とか行ったら、うん。全然歩いてないのに、もう30うん。分ぐらいでちょっとなんか頭痛くなるとわかか、ります。うん。そう、しんどくなるうんことうん。がよくあるので、最近はもうネットショッピング、うん。とか、入って一瞬ぐるって回って、何も欲しくなかったらすぐ出る。わかります。情報量が多いともうなんか疲れちゃうんですよね。わかります。そう。なんかすごい看板とかもうん。たくさんあるから、もうな読んじゃうんかチカしかば、うん、チカして。そう。そう。そうそうそう。そう。でもすごく意外ですね。なんかミクさんって、その最初のなんかこんな挨拶もあるからかもわかんないけど、すごくなんか元気な活発な女性なイメージだったんですけど、今回お話ししてみて、おしとやかな面もあるんだなと思いました。うん、うん。
そうかうな。ん、でも、そうだね、結構みんなにいつも元気だよねって言われるけど、一人の時間も結構必要ですね、私。うん。そうですよね。うそうそうん、そう。うん、めっちゃ朝よく寝て、10時ぐらいまで寝たりすることもあるし。うん。そう。お疲れ様でした。最後まで見てくれてありがとうございます。ミクさんの方のチャンネルもチェックしてみてください。いいなと思ったらチャンネル登録といいねもお願いします。ミクさん、今回は本当に楽しかったです。また話しましょう。はい。じゃあまたね。バイバイ。